はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、あの人は私のこと好き嫌いをやっていきたいと思います。赤、青、黄色のうち2つご覧になっていただいて、あなたがしっくりくるものがあなたへのリーディングとなります。概要欄の方に開始時刻がございますので、そちらの方をご確認ください。はい、それでは赤を選んだ方のあの人は私のことを好き嫌いをリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線でいきたいと思います。あの人の状況心境を見ながら今後の展開、あなたとの関係性、あなたへの気持ちというものをリーディングしていきたいと思います。はい、それでは早速いきたいと思います。なるほど。クイーンオブペンタクルが出ております。これは非常にあなたに対する包むような優しさであったりとか、あなたに対して、すごく大事にしたいという思いが伝わってきます。なのでこちらのメッセージ、現状で言うとあなたのことを好きという気持ちなのかなというふうに思います。それもすごくどこか身を守るような優しさであったりとか、直接的な表現ではもしかしたら、言われてないかもしれないんですが、非常に間接的にあなたを支えてくれるような、そういった方なのかなというふうに思います。はい、右のカードを見ていただくと非常に行動が制限されてたというふうに見えます。今まであなたに対する行動、尽くすことっていうのがなかなかできない、時間的だったりとか距離的な制限があったのかなというふうに見えますが、徐々にねそういったものが解消されつつあるのかなというふうに思います。なのでここの2枚で見ますと、あの人はあなたに対してすごく陰ながらサポートだったりとか支えてくれている。でしかも徐々にね時間だったりとかもそういう割くことができるようになってきているのかなというふうに思います。はい、それでは顕在意識を見るとナイト・オブ・カップが出てますね。非常に堅実で、何かを着実に、進めることが得意な方ですので、あなたとの関係性を築く上でも本当にあなたの信頼をしっかり勝ち取った上での行動をしてくれるのかなというふうに思います。ですが劇的にあなたの関係性が縮まるというよりは徐々に、確実に、進んでいくというふうなイメージでいいかなと思います。はい、深層心理を見ますと、これも本当にいいカードが深層心理で出ております。マジシャンというものは何かの物事の始まりだったりを表すカードですので、現在あなたとあの人との関係がまだ始まってなかったりとか、これから始まりそうだったりとか、一時休止してたりとか、そういう関係の場合ですと、あの人はあなたとこれからしっかり一から始めていきたい、そういった強い気持ちがこちらのカードから伝わってきております。非常にね深層心理のカードですので、ここは嘘を偽りない気持ちなのかなというふうに思います。ジャッジメント、はい、過去のカードを見ると非常に物事の判断を迷ったことが見受けられますね。逆位置に出てるってことはしぶしぶしなきゃいけなかった、したくないけどそうしなきゃいけなかった、そういった意味のカードかなというふうに思います。ですので過去の部分を見ると、やはりあなたとお相手というものは時間的だったり距離的だったりとかの制限があったことにより、なかなかお相手から優しさだったりサポートを受けることはできなかったんですが、徐々にねお相手の優しさというものを感じるようになります。そしてこれからも着実に、そしてあなたと大きくゆっくりと
進んでいきたいという気持ちが非常に伝わってきます。はい、ここまでで、現在のカードを見ると非常にね、お相手の誠実さというものがひしひしと伝わってくるのかなというふうに思います。ですので、その点で言うと、大きく好きという気持ちが伝わってくるのかなと思います。それでは今後のお相手の、気持ち、どういう展開をしていくか、それをお話しできればなと思います。ザ・エンペラーのカードの逆位置ですね。やはりお相手の性格上、自分勝手だったりとか、自分勝手な行動をしたりはしない。あなたの行動に合わせて、周りの状況に合わせて行動、考えを巡らせていく、そういう方なのかなというところがあります。ですが、周りを気にしすぎたりとか、配慮しすぎたりすることによって、なかなか前に進まない、そういった可能性もあるのかなというふうに思います。やはりそれがあの人のいいところであり、少し欠点でもあるところなのかなと思います。ですので、あなたはそういった部分を理解してあげた上で、背中を押してあげたりとか、決断を促してあげる、そういったサポートがあなたをすることによって、あの人との関係はより良くなるのかなというふうに思います。はい。続きまして、お相手の周辺環境とお相手の立場、状況っていうのが出てきております。はい。こちら右のカードを見ていただくと、お相手ね、非常にやはり決断というか、あなたとの関係性を良くする、進ませる中で優先順位をつけた上で、あなた以外のものをね、リセットというか、今ある物事を少しずつ減らしていく、こういう作業を今行っている。それは恋愛だけでなく、例えばお仕事だったりとか、住む場所を変えたりとか、そういったもののプレッシャーがすごくかかってくる。なかなかそういった決断であったりとかがうまくできない方、事務処理であったりとか、ご自分で何かを申請したりとか、そういったものが不得意なのかなというところ。ここがあなたとの関係の中で少しお相手のちょっと困ってるポイントなのかなというふうに思います。ですので、先ほどなかなか前に進みづらいというところがあったので、そういった細かい手続きだったりとか、そういうものをあなた自身が率先してサポートしてあげる。これがね、非常に前に向きやすくなるのかなというふうに思います。はい、最後結論と、願望になります。結論を至ると、ザ・スターが出て、左側のカードを見るとザ・スターが出ておりますね。これは非常に、お相手が望んだ状況になる、夢が叶うという風なカードとなっております。ですので、この一連の流れを見ますと、あの人はあなたに対して非常に好意を持っていて、あなたとの関係性を成就させたいという、思いが非常に強くなっております。かつ、それが叶う可能性が高いのかなというふうに思います。ですが、この右のカードを見ていただくと、それを到達するために何かしらのプレッシャーであったりとか、自分がやりたくないこともやらざるを得ないというふうに思います。ですが、あの人はそういったものも乗り越えてくれる、そういった方なのかなというふうに思いますので、あまり大きな心配はされなくてもよろしいのかなというふうに思います。はい、最後にまとめとアドバイスなんですけども、お相手は非常にあなたに対して好きという強い思いが強いです。ですので、あなたに対しての優しさ、サポートっていうのはすごく強く感じます。これからも着実に、あなたとの関係を進めていきたいというふうに思っております。ですが、今まで距離的に制限を受けたため、あなたとの関係性を築けなかった、そういうものをこれから挽回していきたいというふうに考えております。ですが、細かい作業であったりとか手続き、そういったものが不得意
なところがあるので、あなたのサポートを必要とする場合があります。ですが、お相手はあなたとの関係というものを成就させる強い思いを持っているのかなというふうに思います。はい、最後にアドバイスなんですけども、非常にね、お相手のこの着実性だったりとか、真面目さ、誠実さというものが伝わってくるかなというふうに思います。ですので、あなたはそういったところは信用してもいいかなと思います。ですが、苦手な部分、これがあるので、それをね、しっかり見極めてあげる。そして、それをサポートしてあげる。これが、あなたがお相手と関係性を成り立たせる。よりお相手のいいところを光らせてあげる。これが、ポイントとなってくるのかなと思います。はい、それでは赤のリーディングを終わりにします。はい、それでは青を選んだ方のあの人は私のこと好き嫌いをリーディングしていきたいと思います。お相手の心境を見ていって今後の展開、あなたとの関係性、あなたのことを好きか嫌いかというものをお話しできればなと思います。それでは早速いきたいと思います。はい、まず2枚のカード、お相手の状況と心境を見ていただきたいと思います。非常に気持ちというものがエースのカード、キングのカードが出ていますね。ワンズとカップ、こちらのエースとキングが出ていることで、かなり強い思いというものが出ていますね。それはあなたに対してのベクトルが向いています。はい。で、キングオブカップの逆位置というものは、非常にあなた自身というものを手に入れたいという欲というものが非常に強いというふうに思います。その中で少し逆位置に出ている部分がありますので、あなたに対してあなたが本来してほしいこと、それをあの人から受けていない、そういった状況が想定されるのかなというふうに思います。かつエースオブワンズ、これはすごく何かを始めるっていうエネルギーは強いにもかかわらず、すごく短期的に終わってしまう秋っぽい気持ちというものが今あるのかなというふうに思います。簡単に言うと、強いあなたに対する興味というものはありますが、あなたが受け取るメッセージというものはあまりいいものと感じないため、お相手のことを好意を抱くことがないのかなというふうに思います。ザワールド、潜在意識を見ると、これザワールドって物事の完成だったりとか物事の終着点だとなったりを示すんですね。ですので、お相手はあなたというものが自分の中での、理想のパートナーというふうに捉えているのかなというふうに思います。あの人はあなたに対して非常に魅力的だとか、一緒にいたいとか好きだという言葉が、投げかけられているかと思います。それは本当にあなたに対してパートナーとしていたい、すごい気持ちが伝わってくるのかなというふうに思います。ですが、先ほどもお伝えした通り、お相手の気持ちが強すぎたりとかすることによってあなたがそれを受け止めきれない場合が、今生じているのかなというふうに思います。そこで深層心理を見ますと、ザムーン、お相手としてはすごく待ち遠しい、自分の気持ちはこれだけ強くてあなたに伝えている、なのになぜ状況が変わらない、あなたは自分のことを好きになってくれない、そういうふうな気持ちを抱いているのかなというふうに思います。過去の部分を見ますと、やはりキングのカードが出ていますね。で、お金であったりとかお仕事の部分っていうものはあまり不安を感じさせない方なのかなと。要は恋愛の部分だけがあの人にとって足りないもの、これを埋めれるものはあなただと感じているのかなというふうな状況です。はい、ここまででまとめますと、非常にあなたに対して強い思いというものを抱いていて、あなたを、パートナーとして、いてほしいという強い気持ちは感じます。ですが、
気持ちが強いがため、あなたはそれを受けきれなかったりとか、どこか拒絶してしまう場面があります。なのでなかなか進展しないな。それに対して非常にあの人はもどかしい気持ちになっているかと思います。ですので、好きか嫌いかというと、現状で言うとかなり好きというふうに見て取れます。ですが、それをあなたが受け取れるかどうかということが問題となっているのかなと思います。はい、それではあの人の今後の気持ちを近未来で見ていきたいと思います。はい、近未来で見ると、やはりこの現状のあなたとの距離感、なかなか親密な関係になれないということがすごく不安にさせているのかなと思います。逆位置に出ているので、お相手があなたに対する行動っていうものがより、距離を広げてしまったりとか、そういった不安があの人は感じる、そういったカードなのかなというふうに思います。はい、それでは、お相手の周辺環境と状況、立場を見ていきたいと思います。周辺環境に関しては、やはりあなたとのコミュニケーションが対等に取れない。要は、自分はこんなに思いを捨てるのに、あなたはなぜそれに応えてくれないの？自分はこんだけ行動してるのに、あなたはなぜ行動してくれないのと。この好きのパワーの大きさ、これが釣り合わないんじゃないかなというふうな不安を抱いています。ですので、ここの場面であなたがしっかりそれに応えてあげないと、あの人はあなたから離れようと考えることもあります。ですので、気をつけなきゃいけないのは、あなたはあの人が自分のことをすごく好きでいてくれるから安心しきってしまうのは良くない。お相手のそういったアプローチに対してしっかり受け止める、そういった行為っていうものが非常に大切なのかなというふうに思います。近々そういったターニングポイントが発生するかと思いますので、非常に重要なことだと思います。最後、結論と、それに至る願望になります。非常にやはりお相手は気持ちとしてはなかなか自分の表現を今後出しづらいかなというふうに思います。それはあなたが今までお話した通り、あなたがなかなか心を開いてくれない、そういったものに対してもう表現しなくてもいいんじゃないかなっていう状況っていうものが今後出てきます。かつお相手があなたに対して積極的にアプローチする頻度も減ります。これはすごくもったいないことなのかなというふうに思います。はい、それではまとめと、そのアドバイスいきます。で、まず結論から言うと、お相手はあなたのことを非常に好きというふうに出ております。好きが、かなり度が超えて強くなってしまっているので、あなたがそれを受け止めれずにいるというところ、いつになったら気持ちに応えてくれるのか、もどかしい気持ちになっております。で、今後もそういった関係性がなかなか縮まらない、お相手にとってあなたはなかなか応えてくれない存在として、非常にもう諦めようかなという気持ちになるので、もしあなたがお相手としっかり関係性を見つめ直したいのであれば、一度お相手のその気持ちに応えるであったりとか、向き合う、話し合いを持つという場面が必要になってくるのかなというふうに思います。そうすると必然的にお相手の自信も取り戻し、そういったより深まっていく可能性ってものが増えていくのかなというふうに思います。で、最後アドバイスなんですけども、お相手の気持ち、これは非常に強いものとなるので、しっかり、答えてあげること。確かに負担になる部分はあるかと思いますが、あなたにとって悪いことではないかと思いますので、その点に、心がけていただければなと思います。それでは青のリーディングを終わりにします。それでは黄色を選んだ方の
あの人は私のこと好き嫌いをリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の心境、状況を見ていき、あなたとの今後の展開、今後の可能性などをお話しできればなと思います。それでは早速いきたいと思います。はい、来ましたね。状況としては非常に前向きな方。あの人というのはすごいパワーがあり、見ての通り、太陽のようなエネルギッシュな方なのかなというふうに思います。ですので、あなたから見てすごく元気のある方で、いつ見ても落ち込んでいる様子を見せない、すごく前向きな方、そういうふうな印象を受けるかと思います。ですが、エース・オブ・ペンタクルとかで、右側のエース・オブ・ペンタクル、これが出ているので、今ね、実はね、お仕事の面であったりとか、非常に大変な思いをしている。ですが、それは一切あなただったりとか、周りの方に見せない、そういった状況なのかなというふうに思います。はい。今回この状況で、見ますと、まだこの2枚のカードで見ると、あなたに対する好き、嫌いというものが、ニュートラル、ちょうど真ん中ら辺の気持ちなのかなというところがあります。それは、あなたに対する特別な感情というよりは、非常に友好的な仲のいい友達というふうな感情というものが今のところこの2枚のカードから伝わってきます。では潜在意識のカードを見ますと、すいません、これはラバーズのカードが出ている。これはですね、先ほどお友達のような関係性というふうに、言いましたが、これは先ほどは表面的な部分ですね。ですが、あの人はあなたにとってすごく親密になりたい関係。それは一人の男女として一緒にいたいというふうに思える関係。そういったものを求めているのかなというふうに思います。ですので、先ほどの、中立というものは訂正させていただいて、非常にあなたに対して好きという気持ちはあります。はい。ですので、まずここで結論を言うと、あなたのことが好きですというふうに出ております。はい。深層心理ですのカードが出ておりますが、このカードを見ると少しちょっと不安になる方はいるのかなというふうに思いますが、ですというのは、終わりの意味を表すカードであるんですが、終わりというものは何かの始まりでもあります。ですので、今ある状況を一旦、リセットしてでも、あなたとの関係性をより深めていきたいということ。もしくはあなたとの関係が始まっているのでしたら、先ほど言ったお仕事の部分がちょっと大変ですよとお伝えしたと思うんですが、その部分をしっかり解決させたいという部分ですので、あなたとの関係性を前に向かせるために他の問題点を解決しに行こうと、そういうふうな意思を持ったカードなのかなというふうに思います。こちら深層心理ですね。やはりストレングスの逆位置が過去に出ております。これも先ほどもお伝えしているお仕事の部分だったりとか他の部分で非常にね、大変な思いをしている。ですので、なかなかね、エネルギーっていうものがもともとすごく強い方なので、ですが、こちら面で言うと非常に苦労されている。周りが気づかない程度ですが、非常に苦労しているので、今は結構、ちょっと最近まではお相手というのは、何か癒しを求めるとか、何かリラックスできるものないかなというふうな思いっていうのは非常に強かったのかなというふうに思います。はい、ここまででまとめますと、お相手は、今の状況が非常に大変だと感じているが、表にはそういった弁を出さず、すごい前向きな方。あなたとの関係をより今後しっかり始めていきたいと。物事、今ある問題点を解決した上であなたと、スタートしていきたい。そういった気持ちが伝わってきます。この現時点での思いとしては、好きという思いが強いと思います。はい、それではあの人の今後の気持ちについてお話ししていきたいと思います。近未来のお相手の気持ち。
はい。こちらは非常にプレッシャーに感じているカードになります。あの人自身はあなたとの関係を進めたいという思いがあるものの、なかなかそれ以外の問題点というものが解決できずにいる。そのため、それを解決しない限りあなたに対して積極的なアプローチができないという不安があります。ですので今後はなかなかあなたに対して積極的な言動っていうのは見えないのかなと。それは嫌いになったというわけでなく、自分自身に不安があるからそういった行動ができないということになります。ですのであなた自身、お相手のアプローチが減ったからといって不安にならなくてもいいのかなというふうに思います。はい、お相手の今後の周辺環境と状況、立場を見ていきたいと思います。左側のエースオブカップのカードが出ております。やはり恋愛に対してすごく激しい感情を抱いているのかなというふうに思います。それはあなたという存在というものは非常に大きいけども、それを幸せにできるか、それをしっかり尽くして行動できるかっていうところに非常に不安を抱えているんですね。その不安を解消するために非常に心のバランスだったりとか体のバランスを崩している、そういう状況なのかなというふうに思います。ですのでもうあなたから見てお相手というものは非常に恋愛するタイミングじゃないのかなと、私のことを好きじゃないんじゃないかなというふうに思うかもしれません。それは違います。それ恋愛だったりあなたに目を向ける余裕がないだけなので、その点はあまり心配しなくてもいいのかなというふうに思います。では次、結論と、その願望ですね。結論を言いますと、やはり最終的に、物事がしっかりスタートできるかなというふうに思います。エネルギーはもともと強い方なので、今のある困難というものは全て乗り越えられる。そして乗り越えるためにあなたにしっかり理解してもらえる、そういった行動をしてくれる方なのかなというふうに思います。ザ・ワールド、願望としては今ある状況っていうものを一括りにして終わらせる、全ての問題点を解決させる、これはもう明確にできる方になっているというふうに思います。はい、それでは最後まとめとアドバイス。非常にお相手は前向きな方ではあるし、あなたとの関係を前向きに進めたいというところですが、問題点がありそれを解決するためにすごくエネルギーを使っている。で今後はその問題を解決できるかどうか不安であるが、あなたに対してあなたを幸せにしたいという気持ちはあります。なかなかそういった不安がある一方で、あなたは本当に私のこと好きなのかなと思うが、それは、嘘偽りなくあなたのことを好きという気持ちがあるので、心配しなくてもいいかと思います。でアドバイスなんですけども、最後にお相手があなたに対して力強い言葉、もし好きだったりとかそういった言葉を言ってくれるのであれば、それは本当のことであるかと思いますので、それをあなたが受け入れられるのであれば、それを信じて行動してあげてください。そうするとお二人の関係というものは問題があろうが乗り越えられるのかなというふうに思います。はい、それでは黄色のリーディングを終わりにします。参考になった方はチャンネル登録、高評価お願いします。